れは数値で決まってるとかそういうのじゃないんですか？じゃない、感覚。革そのものが一枚一枚違うから感覚で合わせるしかない。これ同じ黒とでも違う黒ってことですよね。そうです。今広げてるのが一番メインで使ってる牛革のステアハイドなんですけど、こっちでいうとヤギとか、いろいろ黒でもあります。型紙はどことどこの部分の型紙？これはジャケットの前身ですね、と背中。これが背中ですね。で今から裁断していきます。これ基本全部手でやるんですか、いつも？そうです。本当に小さいパーツを裁断機で抜くこともやってるんですけど、これそもそも手で R とかを抜くのめっちゃすごい技術だなって思ったんですけど、こう簡単にやってる簡単そうですよね。20年以上やってんね。切るのよりね、さっきの配置を決めるのが難しいんですよ。革に対して型紙置いたじゃないですか。その置く場所を決めるのが一番難しいんですよ。なんでかっていうと、革って生ものだからパッと見同じでも結構部位によって表情が違ったりするので、それを見極めながらパズルのように出てるんです。それがすごく難しいんです。例えば牛だと背中側とかお腹側とかあるじゃないですか、なんかどのパーツがどことかってあったりしますか？しますします。あ、そうなんです、さっきのは、大体どこの場所になるんですか？さっき切られてた場所っていうのは。牛でいうと右お尻、この辺が一番繊維が締まってるんですよ。だからジャケットでいうとこの前身が一番いいところ使いたいから、大体あそこに配置する。でそこでの微調整になってくる。何年ものですかねこれ？はい。いやでも買ったの5年前ぐらいかな。もうだってあっという間に潰れちゃうから、自分で研いでどんどん減っていくから。
抜き切ったのがこれが1着分なんです。大体何パーツぐらい全部であるん？モデルによるんだけど30ぐらいかな、30パーツぐらいかな。もっと綺麗なの持ってる。ここが前見ですよね。フロントこうなってこういう感じで、はい。やっぱり前見が一番ジャケットの面になるところなので、革の一番いい部分を必ず使います。でこれが背中ですね。まあ背中もね同じように気使うんですけども、右袖の山、これとこれが縫い合わされてこういう袖になると。これはこうですよね。でこれもこの山袖の方はやっぱ見栄えがすごい重要なので、前見と同様に革質すごいこだわるんですね。一方で下袖、こっちはこの袖の内側に来るんですよ。でここってすごく柔らかくなきゃいけないところなんですよ。だからあえて繊維が緩めのところを選んで取るようにします。そういうパーツによって取り方を考えるっていうのがちょっと不白の縫い物とは違うところですよね。これを革すき機っていう機械を使って薄くすくんですね。この刃が回ってて、でこいつで厚みを決めて、こいつを挟んでことで削ぎ落としていくんです。そういう機械なんですよね。必要な場所を部分的にすいていく。じゃあ始めていきましょう。お願いします。次はすぐ終わっちゃうんですけど、すきが終わった後に要所要所に伸び止めの芯材をアイロンで貼り付けるんですよ。でそのアイロンを使って貼るっていうところをやります。革にアイロンかけるときって、なんか、これあるんですか？あんまり長い時間やると皮が縮んだりするので。裏からしか当てないし、そうですね。時間ですよね。短いとつかないし、長いと皮が歪んじゃうし、そこの見極め。温度はもう決まってるんです。何度ぐらいなんですか？150度。150度何秒ぐらい当てるんですか？場所にもよるんですけど、10から15秒。これは、あれです。厚物用上下送りミシンっていう、ちょっと特殊な工業用ミシンですよね。対象物は主に何をする用の？革とか、あとデニムとか、厚い素材ですね。要所要所に印をつけるために穴を開けていく。
これに両面テープを貼って、仮固定で貼り付けるっていう作業をやります。これ今左袖なんですけど、ここをくり抜いて、で今のファスナーがそこに来るんですよ。このくり抜くっていう作業をやります。ここにポケットを作ります。今ので、はい、縫い始めるための糸のなんていうんだろうな、まあ、セッティングしたんですよ縫う前に。こう今さっき糸抜かれたりしたのは張り具合を見てるみたいなことですか？そうです、糸ってこの下にある下糸と上糸がこう絡み合って縫ってるんですけど、そこのテンションをかけることでなんだろう、この力が強くなっていくんですよね。でその強ければ強いほど皮に食い込んでくれるんですよ。でも強すぎると皮にダメージ与えちゃうから、そのちょうどいいそのテンションを決めるために毎回縫い始める時に、試し縫いをするんですよね。それは数値で決まってるとかそういうのじゃないんですか？じゃない、感覚、皮そのものが一枚一枚違うから感覚で合わせるしかない。これが襟なんですけど、縫っていきますね。これからちょっと造作に入ってそうか。じゃあ行きます。はい。
形を作っていきます。はい。さっきこれ縫ったんですけど、これの完成形がこれなんですね。ここにステッチが入る。はい。これとこれが縫い合わされて右袖ができていくんですけど、まあその辺をやっていきます。はい。ます。大まかに言うと、この前と背中を縫い合わせることで胴体ができる。でさっき作った袖をくっつけて襟をつけて、で完成に近づいていくんですよ。工場長、これ縫われてるじゃないですか、どういうことを意識しながら縫われてるとかありますか？これ結構ぼーっとしてなくて、なんだろう、でも本当その縫ってる底に集中してるんですよ。だからなんでしょうね難しいな。こういう集中されてるのどういったことを考えられてるのかなと思ってちょっと聞かせていただきました。そう、作り自体はもう覚えてるからね、何も考えてないんだけど、はい、ただ縫い
雰囲気作りながら縫ってるんですよ、革って。雰囲ただ縫ってるだけじゃなくてね、そのギュッて一回開いてほんの少しかぶせるみたいなことをやって、この陰影を作っていくんですよ。このステッチ入れるときにただこれを折って叩いてダーって縫うのとは違うんですよね。そうするとね、ここの段差のこの見え方が違うんですよね。多分誰も気づかないけどまあそんなんで先のことはあんま考えてないんですよ。その場所その場所を集中してます。で今背中と前をこれはどこのパーツになるんですか？これはここボタンなんですけど、最後に出来上がったらこの下襟がこう止まるんですよ。その受けのボタンの裏に補強で革を挟んで、で一番最後に入れるステッチ。これでボディができました。でこれと袖をくっつけていく。今片袖はもう縫っちゃってるんですけど、もう一方の袖をこいつに縫い付けるっていう構成で一番難しいところかもしれないんで、ちょっと時間かかります。
こんな感じです。それは何見られてたんですか、今最後のところは。雰囲気ですね。ここのちょっとしたこの膨らみ、ふわっとしてるじゃないですか、ここ。はい。ここのニュアンスを確認しただけです。ただ塗ってるとピタッてなっちゃったりしわくちゃになっちゃったりするんですけど、ちょうどいいこの膨れ具合。でチャックで生地が傷つく。そうなんですよ。ファスナーってギザギザじゃないですか。それが縫ってる間にどっかに当たると傷つけちゃうんですよね。そういうのが一番怖いんですよ。何撮ってんですか僕の PV じゃないんだね。作り手によってだいぶ仕上がりがなんか個性があるそうな感じが見受けられるんですけど、そこ結構難しいところなんですよね。だからもともとねオーダーメイドなんですよ。だから一着一着作ってったところから始まって、でその技術を使ってちゃんとブランド化して既製品として量産しようってしてきてるのが今なんですよ。まあ、今っつったってもう何年20年15年20年ぐらい経つのかな。だから一人で一着縫えるから一点物のオーダーメイドとかも各職人が対応できる。これ分業にしちゃうと結局パートしかできないからできないんですよ。日本でもどの工場も分業ですよ、分業ですよね。そうだと思う。まあでも一長一短ですよ。一着縫いが絶対いいとも言い切らないし。
ほぼ完成間近。その息止めて作業してるんですか？なんかね、そういう癖があるみたいですね。ため息がひどいってよく言われるんですけど、ため息じゃないんですよ。集中すると呼吸が止まっちゃうんですね。止まっちゃうんですよ。返し縫いをすると思うんですけど、はい手で結ばれてるのはそれもワンポイントというかこだわり。そうですね。やっぱ縫い始めと縫い終わりっていうのが一番ほつれるんですよ。だからそこをガチッと固めてほつれないように。最後にはい。ここに2つボタンを打って、こういうところに引っ張りの革紐を結んで、それで終了なんですよ。こいつにこう穴を開けて、でボタンをこいつを使って打ち込むっていうところまで。終了。縫う工程でいうと、どことどこをその縫い上げるときが一番難しい工程になるんですか？この袖と身ごろを縫い付けるこのアームホールっていう部分、これでいうとここですよね。ここが一番難しいかもしれないですね。作り始めての歴ってどれぐらいになるんですか？僕ですか？はい。22、3年ってとこです。22、3年のキャリアの中で、大体何年ぐらい経ってからこう自分が納得するものがこうできるようになってきたとかありますか？それ難しいな。でも10年ぐらいした時になんか自信がついてきた感じはありますよね。ですね。です。足りない。ありがとうございます。OK です。完成ですか？はい。さっきキャリアが浅い方と個人でも長い方で、どういうところにやっぱ差が出るものなんですか？一番は幅を応用力、どういう構造を把握してるかとかいう引き出しの多さ、ですかね。これがやっぱ10年ぐらいすると引き出しがいっぱいできてくる。そう。だからオーダーメイドとかだと今度はいろんなこのご要望があるから、どんなパターンが来ても
大体このパッと構造が理解できていうところまでいくと仕事がこの流れるように進んでいくのでちょっと自信がついてくるっていう感じですよね。それだけじゃないですけどねさっき言った一着だっても同じって言ってはいるけど内心はそう思ってないですけどね全然違う。やっぱ、キャリア分だけ精度っていうところとあとはやっぱさっき言ったニュアンスでそのだろうな寸法通りきちっと仕上げるっていうのは当然なんだけどそれの精度が一つとあとは縫いながらこうニュアンスを作っていくんですけどそこの雰囲気をうまく作れるかどうかっていうのはちょっと感覚になってくるのでそこはキャリアを重ねないと難しいかもしれない、完成しました。でこれをパターンな設計士がこのトルソーにかけてポイントの寸法を測る。牛坂と申します。藤坂さんもこの歴が長い方なんですか？今53なんですよ。だから25年ぐらいかな。それが慌てるっていうのを浅野さんは分かんないかもしれないので、それを出来上がったその佇まいっていうのはなんかすごい確認したいんですけど、ポイントとしてはもうその佇まいですね。見た時のこう印象であったりとか、それからポケットの角度、位置、やっぱ一番大事なの、大事だっていうかジャケットのすごい顔となるこの襟の部分っていうのがすごく大事になってきます。で出来上がった品物に対して、検数を行います。型が 44.5、それだけこの右からここは直線で測ります。64ぴったりですね。襟回りであったりとか。48ぴったりですね。いいですね。前中心はこっちですね。56.5。すごく大事なのが着丈ですね。63.5。これも本当ぴったりですね。さすが工場長。もらって、これ既製品のやつなんですけど。でそのうち、既製品とお客さんのものに分かれるんですけども、お客さんのものは今データに残ってるだけでは、3500ぐらいですね。それを管理されてるってことですか？そうですね。2008年ぐらいから、CAD になったんですけど、CAD で起こすようになったんですけど、その前は手書きですね。でやっぱ手書きのそのノウハウっていうのが分かってないと、根本的なことが分かってないと、CAD に生かしきれないというか、そういう側面はありますね。角屋本店2階がレザージャケットメインの販売フロアになっております。で常時大体300着ぐらいご用意はしてるんですけども、こっちの壁面、がヘッドファクトリーうちの自社工場で職人が1人1着ねというので作っていただいているシリーズになっております。でこちらがヘッドファクトリーラインの AVDJ STD。もともとは AVDJ、アビエータージャック、昔のアメリカのフライトジャケットから、ライダースジャケットに移行する時代のベースのモチーフですね。それをさらにパーツを削ぎ落としてシンプルに仕上げた一着になっております。いや全然してない。うん。